学校のお友達がなぜか黒ギャルの子が多かったんですよ。20代最後にやり残したことあるなって、うわーっていう意味のわからない規制を発しながら、なんで年をいくにつれてみんな化粧濃くなっていくんだろうって思ってたんですけど、20歳にもなってないんじゃないかぐらいの頃に、今一緒にやっている相方の子と一緒に、ネットラジオをやっておりまして、その時も結構バカなことを話しては2人でゲラゲラ笑ってたんですけれども、それがちょっと自然消滅しちゃって、で向こうは舞台役者さんをやっていて、私は当時お笑い芸人をやっておりまして、お互いの道に進んでいったんですけれども、お互いにそちらでちょっと挫折を味わってというか、私はお笑い芸人さんを辞めて、相方は舞台役者さんを辞める形になった時に、なんかもうちょっと自由にバカができるところはないかと、自分たちを自由に表現できるところはないか、秩序の中で暴れ倒せるところはないだろうかって考えたら YouTube がそこにあったんですよね。たまたま私が動画の編集を趣味でもともとやっていたので、これはもうやるしかないということで、2人で一年発起して28歳からの再出発ということで、2年前にライナーボーイズを結成して、YouTube に動画を投稿するようになりました。初めて化粧品に触れたのはおそらくは 3,4 歳だったと思います。女性だったら誰しも経験してるかと思うんですけど、お母さんのドレッサーというか、なんか化粧台の中から、口紅を引っ張り出してきて遊んでたんですけど、それでは私すごく思い出があって、私は母親の口紅をいじってたのをすごく覚えてて、でその口紅が大きくなってどこの口紅だか分かったんですよ。イヴ・サンローランのめちゃくちゃ高い口紅だったんですね。それを怒りもせず取り上げもせず、あらお化粧してるのゆみちゃんみたいに言いながら和やかに見てくれて、ぐっちゃぐちゃに私がもう顔中に塗りたくったり弟の顔に塗ったりしてるのに全然怒らないでくれたからこそ、大人になっても化粧に興味を持ち続ける性格に育ったんじゃないかなと思って、すごく思い出深くて、なので私も大人になって初めてデパコスの口紅を買った時はイヴ・サンローランを、購入しました。はい、メイクを自分の顔に合わせたメイクというか、そういうのを研究したりしながらしっかりメイクをし始めたのは、私は13歳からアクタースクールに通っていたんですけれども、その頃からで、周りの子がそのアクタースクールの同じクラスの子たち、女の子たちがあまりに可愛くて、その中にすっぴんでいる自分が恐ろしくなって、そこからコンビニで雑誌をお小遣い貯めてとかお小遣いで買って雑誌を見てメイクのことを学んだりして、徐々にメイクをするようになりました。最初は100均のコスメとか使ってました。一番最初メイクで影響を受けたのは学校の友達だったんですね。でその学校のお友達がなぜか黒ギャルの子が多かったんですよ。でその子たちと遊んでいるうちに自然とギャルのメイクをするようになったんですが、私もともと日焼けできない体質っていうか皮膚みたいで、日サロ行ったんですけどやけどみたいになって終わっちゃったんですね。日焼けができないからしょうがないからって言って、最初は白ギャルをやっておりまして、で白ギャルが結構長くて高校2年生ぐらいまで白ギャルをやっていて、でその後なぜか急に森ガールに目覚めまして、今あんまり聞かないですけど当時流行ってたんですけど、森ガールっていうのをやっておりまして、でその後付き合った男性の影響で、今の旦那さんなんですけど、スポーツカーが好きなことに影響を受けて、スポーツカーの助手席にいてもおかしくないほどかっこいい女性になろうとして、メイクとか服装とかなんかちょっとユーロビートガンガンに流れてるそのスポーツカーの助手席に乗ってそうな女の人を気取ってメイクとかファッションとかしてました。その後はなんか無理するのをやめまして、もともとが中性的な性格だったのもあって、今はダンスもするし女の子メイクもするしという感じになりました。
初めて河合パティンさんのチャンネルの動画を拝見したのが多分椎名ひかりさんとか南方ゆいさんの動画を拝見したのが最初だと思います。もう異世界でなんだろう、自分のいろんなやっぱり私が絶対に通らないであろう道を歩んでらっしゃる方々でそれがすごく衝撃的で夢のような世界といいますか、可愛い方や美人さんがもうすっぴんから丁寧にメイクを紹介してくれて、こんなに俺得なチャンネルあったんだって思いました。あります。南方ゆいさんの大人おフェロメイク、家でちょっと真似をさせていただいたことがあるんですけれども、見事に失敗しました。元が違いすぎました。はい、趣味が YouTube を見ることと DVD とか映画の DVD とかを見ることとスマートフォンのアプリゲームです。で、特技がやっぱり私には歌しかないかなと思います。まず最初にこのオーディションを開催されると知ったのが、河合パティンさんがオーディション開催しますっていう動画を出されて、まだ再生回数が1桁台の時に動画を見たんですよ。もうこれは応募するしかないってなんか自分の中で思ったんですね。というのも前回のオーディション私応募しそびれてしまったんですよ。本当は応募したかったんですけど、前回のオーディションちょっと仕組みがよくわからなくて普通に応募しそびれてしまって悔しかったので、私もうすぐ30歳になるんですね。もう平成最後に残したことはないかって概要欄に書いていらっしゃったんですけど、その動画にあるなと、私平成最後に20代最後にやり残したことあるな、可愛いパティさんのオーディションを受けることだと思って応募するにあたっての準備をすぐに始めて、かなり早めに応募させていただきました。合格通知をいただいた時、たまたまうちに母親が来てたんですね。実家から母親が遊びに来ていて、で母親と2人だったんですけど、たまたまその2人でいる時にメールをいただいて、私が立ち上がって泣き叫ぶっていうもう8割ぐらい落っこちたなって思ってたので、うわーっていう意味のわからない規制を発しながら母親に抱きついたもんだから、母親が何が起きたかわからなくなってて何なのってなって、一応こういうオーディションに応募したんだよっていうのを軽く母に世間話的に言ってたので、受かったのっていう風に母にも言ってもらって、その日の夜に、主人が帰ってきまして、主人にも実は受かったんだよって言ったら、俺ねって昨日お前がこのオーディションに受かる夢を見たんだよって言われて主人の夢が正夢になったのかなと思って、すごく不思議な気持ちになったし、もうその日から撮影の日まであんまり眠れないで過ごしてきました本当に緊張して、喜びと緊張が混じってあんまり眠れないぐらい嬉しかったです。私がこちらで伝えていきたいと思ったのが、私本当に自分のすっぴんにコンプレックスがすごく多いんですよ。肌が汚いとか、目の形、鼻の形、口の形、輪郭とか全てにおいてもうコンプレックスの塊で、なりたいお顔っていうのがなんとなく理想があっても全然近づくことができないって思い込んで、結構塞いでた時期もあったんですね。だけどメイクの力で近づくことはできるんだと、メイクの力で理想のお顔に近づくこともできるし、メイクの力で自信を持つこともできる。だから私みたいにコンプレックスが多い人間はメイクが上手くなれば上手くなるほど得だと思いまして、そう思ったのが25、6からだったんですけど、遅いんですけど、それまでも諦めちゃってたので自分を。でそこから必死に勉強して、どうしたらどういうコンプレックスが隠れるのか、それとも活かせるのかっていうのを学んできたので、それを私みたいに一重で悩んでるとか、いろんな同じ悩みを持った方や自分のお顔にコンプレックスがあるとか悩んでらっしゃる方にも、私が今まで学んできた小技とかをシェアできたらなと思っております。20代前半の頃は肌をいたわることを何もしてこなかったんですね。もういじめ抜いてきたんですけど、今はメイクで隠すだけじゃなくてスキンケアからちゃんとやることを心がけています。若い頃っていうか10代後半とかの時は、なんで年をい
くにつれてみんな化粧濃くなっていくんだろうって思ってたんですけど、それはあらが出てきてそれを隠さなきゃいけないからだっていうことに自分がそういう年齢になって分かってきたので、やっぱり根本的なところから見直していくのが、スキンケアからとかそういう軸のところからしっかりして、それでも何ともならないところはメイクに助けてもらうっていうのが、これからの年を重ねてってもずっと変わらないことなのかなと思っています。私は何度も言うように自分にコンプレックスがあって、おおよそ大人になっても人前に出たりとかできるようになるとは思っていなかったんですね。子供の時とかもうずっとコンプレックスが大きかったので、すごく小学校の時にはいじめもあってましたし、それが今こうやって可愛いパティさんのチャンネルに出させていただけて、いろんな方にメイクだとか私が発言していることを聞いていただけたり見ていただけたりしていることがすごく不思議だし嬉しいことだと思っておりますので、自分にもし悲観的な考えを持っている方がいらっしゃっても、こういう人もいるんだみたいに思っていただけたら嬉しいなと。私も全然普通の人間なのにこういうことをやらせてもらえるようになったので、前向きに生きるのが一番だなと思います。明るく生きましょう。